こんにちは。仕事に役立つ文房具の店店の仕事道具店の店長店です。今日は私が最近イベント出店や倉庫整理などをして役立った立ち仕事や作業時に便利な文房具を5つ紹介します。1つ目はゼブラのマッキーノック、細字が165円で太字の方は220円です。皆さんもね、1回は使ったことがある油性ペンだと思いますが、それのノックタイプがすごく便利です。ノックタイプなのでキャップをつけたり外したりせず、片手でワンプッシュで芯の出し入れをすることができます。キャップありタイプは両辺に太字細字っていうのがついてますが、ノックタイプは1本につき1種類の太さだけになっています。油性インクはね、ペン先が乾きやすいイメージが、あるんじゃないかなと思うんですけども、ノックを引っ込めた時に蓋が出てくる仕組みになっているので、しっかりね、インクが乾かないように保護してくれています。またクリップもねついているので、胸ポケットとかエプロンなどに引っ掛けることもできます。めっちゃあるあるなシーンとしては、段ボールの中身のメモとか伝達事項、廃棄予定日とかっていうのをささっと書いておくときにすごく便利だと思います。あとはイベント時のね即席のポップだったりとか、サンプル保管時に他の人に伝えるメモをね書いたりとか、お店の店員さんや作業する人はこのノック式の便利さにとってもねありがたみを感じるんじゃないかなと思います。さらに、動画だとね紙に書いているんですけども、マッキーなので他にもレジ袋とかビニールなどにもかけて利用シーンはすごく多岐にわたりますね。2つ目に紹介するのは、キングジムから A4 サイズ折りたためるクリップボード、コンパクトボードで税込み1485円です。名前の通り2つに折りたためるクリップボードになっていて、折りたたみ時はほぼ英語サイズになります。手帳とかでねよくあるサイズ感かなと思います。広げるとよくあるコピー用紙の A4 サイズが収まる仕様となっています。クリップの逆側の方に押さえがついているので、外とかでね風のある環境で使うときや、クリップボードを小脇に抱えてねあちこちに運ぶときとかに紙がパラパラせず使いやすいです。強度も問題なく、つなぎ目もなだらかになるように工夫がされているので、筆記時につなぎ目がペンに引っかかるということもありません。折りたたむときはここをねグッと中に押し込むとロックが外れて、あっという間にパタンと2つ折り、そしてバッグの中でね勝手に開かないようにゴムバンドがついています。中の指示はこんな感じで、一緒にねちょっと緩やかに折れ曲がっちゃいます。そしてクリップボードに欠かせないのがペンホルダーですよね。コンパクにもねちゃんとありますよ。コンパクの背面からスライドでこのようなパーツを引き出すことができます。で、このようにフック付きのボールペンやシャーペンをこんな感じで引っ掛けておくことができます。ペンを挟んだまんま折りたたんでね収納することももちろんできますよ。またこのスライドしたパーツにね実は穴が開いていて、ペンを挟んでないときはこんな感じで壁にかけてみんながね見える状況とかにしておくこともできます。私は新卒時代に結構撮影現場に行く業務があって、その時に撮影スケジュールとかカットとかが書いた紙を持ち歩きつつメモするので、営業のクリップボードをね仕方なく持ち歩いていました。でそのためにねA4 が入るバッグをわざわざ選ぶ必要があったし、板状なのでバッグがね最大サイズ、もうキチキチの状態で、もう本当に持ち歩きに不便だったので、これがあれば最高だったなと思います。クリップボードつながりでもう1点、コクヨからクリップボードにもなるプリントファイル、税込み737円。向かって右側の方が厚めの素材で作られていて、クリップボードとしても使えるようになっています。また真ん中のね部分に折り筋がしっかり入っているので、このもう片方の表紙の方をぐるっと裏側に回すことができます。A4 用紙にちょうどいいサイズ感で、このスライドパーツで約10枚ほどの紙を固定することができます。スライドがね結構しっかりしているので、挟んだ後は紙がずれることもなさそうです。そしてこれがね立ち仕事とか作業時におすすめの理由なんですけど、たっぷりね紙を収納できるという点。後ろがね全部ポケットになってて、真ん中に仕切りもないので、折りたたんだ時の折り目を気にしない紙であれば A3 用紙も入ります。クリップボードの後ろ側の方には10枚で、左側のポケットには40枚もの紙を入れておけます。そしてこちらのクリップボードにももちろんペンホルダーがついています。
配布資料などがあっても一緒に保管して現場でさっとね配布することができるし、あとは配られた資料を傷めることなく保管することもできて、クリップボードとしてもかなり安定した書き心地で、デスクワークの人が作業スペース狭くて資料を広げてメモを取れない時にもテーブルのね拡張として使うのも便利だと思います。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。次は手のひらサイズのメモ帳、高運管活版所の雑記帳、税込み770円紹介していきます。中はシンプルなんですが、活版印刷された方眼のタイプで、使われているのはエコ間伐紙です。このアイテムの一押しポイントは、このかなり分厚い表紙。活版印刷で模様が施された厚紙でね、できています。裏表紙にも同じものが使われていて、筆記時にこんな感じで2枚重なることでかなりの安定感が出ます。台紙がないタイプのメモ帳だと本体が湾曲し、手の中にねフィットはするんですけども、やっぱね紙面がベコベコしちゃっていて、筆記線がこう変につながったりとか書きにくさをね覚えます。一方、こちらのアイテムは手の中にこう完全にね収まることはちょっとないサイズ感ではあるんですけども、厚紙の台紙がまるでね机の上に置いてるかのような強度で、紙面が全然ベコベコせず、素早くね走り書きをしても線がつながりにくく、感覚としてもかなり書き込みがしやすいアイテムになってます。ちなみにサイズ感ですが、私はねちょっと手が大きめなのでこんな感じ、収まってるのかな。本体は横88、縦 114mm です。表紙の活版印刷で施された模様もシンプルながらね美しいので、実用面デザイン面ともにおすすめです。最後に紹介するのは黎明藤井からタイニストネックストラップ、税込み2310円です。特徴はこのホックパーツ。ネックストラップといえば、通常は社員証などを入れるカードケースを引っ掛けられるようなね、カラビナみたいなパーツのみなんですけど、こちらのアイテムはホックパーツがついていて、これがね、立ち仕事作業に一押しする理由です。今動画に映っているのはプライベートで私が使っているものなんですが、小さなメモ帳に穴を開けて金具で吊るして、ホックパーツをボールペンに刺して首からねぶら下げて使っています。ホックパーツには他にも食事の時に外したマスクのこんな感じで一時保管に使ってみたり、あとメガネをね引っ掛けたりすることもできます。金具の方にももちろん社員証の他にリングメモであれば本体に穴を開けずにこんな感じでちょっと吊るすことができます。お店などで接客をしていると、エプロンのポケットだとしゃがんだり走った時にポケットの中身のものが落ちてしまったり、作業着だと着替えた時にメモ帳やペンを着替える前の洋服のねポケットからこう移すのが手間であったり忘れちゃったりと、あとはねそもそもポケットない洋服着てたりもするので、すぐ使うアイテムの収納に不便が多かったんですが、このアイテムで解決しました。ただね作業中にこんな感じでプランと邪魔になることもあるので、そんな時は斜めにたすき掛けのようにするとプラプラせずね体の脇にしっかりフィットして安定します。ポケットとかね収納場所がなくてその辺に置きっぱなしにしたりとか、あと無意識にねわけわからないところにしまっちゃって紛失するっていうことも私としては防げててすごくお気に入りです。最後までご覧いただきありがとうございます。今日ちょっと歯医者に行って麻酔で口が半分動かず滑舌が悪く聞き取りにくいところがあったら申し訳ないです。またね。